日は夏野菜漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、夏野菜漬けを作っていきたいと思います。今回はですね、今が旬のお野菜をたっぷり入れた美味しい漬けレシピをご紹介していきます。こちらのレシピはですね、ご飯の上にかけたり、あとはそうめんの上にかけたり、お豆腐にトッピングしたりね、いろいろね、楽しんでいただけるレシピになります。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに野菜の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、なす、長芋、オクラ、みょうが、大葉、こちらの材料を使って作っていきます。野菜はね、6種類使っていきますが、少し量が多い時は半量にするか、もしくは入れるね、具材を少し減らしていただいても OK です。あとはね、お好みで具材を変えていただいても大丈夫です。なすに関しましては1本で約 115g になります。こちらは目安にしてみてください。それでは続いてタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お酒、お水、お酢、お砂糖、だしの素、塩昆布、唐辛子、こちらの材料を使って作っていきます。まずお酢に関しましては、今回はベーシックな穀物酢を使います。こちらはお好みで米酢を使っていただいても OK です。米酢を使うとどちらかというとまろやかな仕上がりになって、穀物酢を使うとさっぱりとした仕上がりになります。そしてお砂糖ですね。今回はこちらきび砂糖を使います。きび砂糖のコクが入ることでとても味わい深い美味しい仕上がりになります。こちらを普通のね、上白糖またはお好みの糖類で代用していただいても大丈夫です。だしの素につきましては、こちらはかつおだしを使います。唐辛子はですね、もし辛いのが苦手な場合は抜いていただいても大丈夫です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずね、ナスから切っていきたいと思います。最初にヘタをね、切り落としてください。そしたらこちらのナスをですね、1センチ角の大きさに切っていきます。切り方はね、やりやすい方法で切っていただいて OK です。まず私はこちらを縦に切ります。そしたらまたこちらを縦に切って、あとはくるっと回転させて、そして1センチ幅で切っていきます。はい、ナスはこのように切ってください。そしたらボウルにお水を張って、そしてナスはね、このように水に5分から10分ほどね、浸しておいてください。これでアク抜きをしていきます。しっかりね、全体を浸してください。それではね、このまま置いておきましょう。続いてきゅうりを切ります。きゅうりはですね、まずこうやって見ていただくと、ボコボコしてる方とつるっとしてる方で先端が分かれてます。このつるっとしてる方を1センチから 1.5 センチほど切り落としてください。そして切り口をこのようにこすり合わせます。そうするとだんだんね、アクが出てきます。こんな感じ、白っぽい泡のようなものが出てくるんですが、こちらがアクになります。この作業をやっていただくとね、きゅうりのえぐみが取れて美味しい仕上がりになります。だいたい30秒から1分ぐらいですね。もうだんだん泡っぽいのが出てこなくなれば OK です。そしたら一度ね、こちらの先端は水洗いしましょう。そうしましたらこちらも同じように先端を切り落として、そしてアク抜きをします。はい、で洗いましょう。そしたらですね、もう片方の先端を切り落とします。こちら側はアク抜きの作業をしなくて OK です。そしたらきゅうりも同じように1センチ角ぐらいになるように切りましょう。よいしょ。そしたらね、きゅうりはこの種をね、取り除いていきます。この種がね、水っぽさの原因になるので、このようにティースプーンなどでこそぎ取ってみてください。そうするとね、水分も出にくくなるので、日持ちもね、良くなります。こんな感じでね、種をね、取り除いてみてください。そしたらこちらをまた半分に切ります。そして1センチ幅に切っていきましょう。きゅうりはね、縦4等分から6等分にして、それから1センチ幅に切っていただくといいかなと思います。はい、きゅうりはこのように切ってください。それではもう1本もね、同じように切っていきます。
それでは続いてみょうがを切ります。こちらはですね、ヘタのところを少し薄く切り落としてください。そしたら半分に切ります。あとはこちらをね、薄切りにしていきましょう。だいたい3ミリ幅ぐらいで切ってみてください。もしね、みょうがが苦手な場合はね、抜いても大丈夫です。みょうがはこのように切ります。ではね、こちらも同じように切っていきます。みょうがはこれで OK です。続いて大葉ですね。大葉は一度水洗いしてください。はい、そして水洗いしたらペーパーで水分をしっかり拭き取りましょう。上から優しくね、ペーパーを押さえつけて水分を拭き取ります。そしたらね、茎の部分を揃えてください。はい、そして茎を切り落とします。あとはね、こちらも同じようにだいたいね、1センチ角ぐらいの幅で切っていきます。面倒な時はね、手でちぎっても OK です。こちらはざっくりとね、切ってみてください。大葉はこれで OK です。続いてオクラですね。オクラはまずね、板ずりしてオクラの表面にあるね、細かい産毛を取り除いていきます。まずまな板の上に置いて、こちら分量外です。上に塩を振りかけます。今回まな板を使いますが、オクラが入ってたね、網ネットを使って板ずりしていただいても大丈夫です。そしたら手のひらを優しく置いて上下に転がします。だいたい30秒ぐらいですね、やってみてください。はい、OK です。そしたら一度ね、こちらのオクラは洗いましょう。はい、そして洗い終わったら水分を拭き取ります。拭き取ったら、このね、まず黒っぽくなってる部分から上の部分のヘタですね、こちらを切り落としてください。そしてオクラを1センチ幅ぐらいで切っていきます。こちら側も同じように切っていきます。はい、オクラはこれで OK です。続いて長芋です。長芋はまず乾燥してる部分をね、薄く切り落とします。そして皮を剥きましょう。そして皮を剥いたら、こちらもね、1センチ角の大きさに切ります。切りやすい方法でね、こちらも切ってください。ただ長芋はね、かなり滑るので、手を怪我しないようにだけね、切るようにしてください。これでまた縦に切ります。そして1センチ角に切っていきましょう。はい、長芋はこのように切ってください。唐辛子ですね。こちらをキッチンバサミで半分に切って、そして中の種を取り除きます。唐辛子はね、今回2等分にして使います。こちらは輪切りのものを使っていただいてもどちらでも OK です。そしたら続いてね、こちら塩昆布もキッチンバサミでね、適当に細かく切ります。そうするとね、お野菜と馴染みが良くなります。ざっくりで大丈夫です。こんな感じでね、切っておいてください。はい、そしたらね、ナスも浸し終わったので水気を切ります。はい、で水気を切ったらしっかりね、水分を拭き取ってください。ナスはこれで OK です。そしたら保存容器を用意してください。この中に切った具材をね、入れていきます。まずきゅうり、続いてナス、そしてみょうが、あとはね、長芋を入れます。オクラはですね、こちらは漬けだれと一緒に少し加熱してから入れていきます。大葉に関しましては、こちらはね、最後に入れていきます。そうすることでしっかりね、香りを残すことができます。では今から漬けだれを作っていきます。それではね、漬けだれを作っていきます。まずね、お鍋にお醤油、そしてお水、みりん、そしてお酒、あとはお酢、そしてきび砂糖、あとはだしの素を加えます。そしてこちら加えたら火にかけます。この時ね、ガスコンロの火が鍋の外に出ないように注意してください。これで一度沸騰させます。はい、このようにグツグツ沸騰しました。そしたらね、ここに唐辛子を入れて、このまま1分間煮詰めて、お酒とあとはみりんのアルコールをしっかり飛ばしていきます。ちなみに今回使ってるお酒はね、塩分が入っていない清酒になります。こちら必ずね、塩分が入っていないものを使用するようにしてください。どうしてもね、塩分が入っている料理酒などしかない場合は、お水を少しね、多めに入れていただくといいかなと思います。はい、で1分ほど経ったらここにオクラを入れます。そしてこのままだいたい1分ぐらいね、加熱してください。
この時ね吹きこぼれないように火加減はね調整しながら加熱しましょう。はい、これで OK です。火を止めます。そうしましたらこちらの容器に塩昆布をまず振りかけてください。そしてここに熱々のつけだれを回しかけます。そしてこちらはね一度全体をよく混ぜてください。このようにね熱々の状態で入れていただくと味がね染み込みやすくなります。はい、このようにしっかり浸してください。大葉をね少し冷ましてから入れていきます。そしたらこちらをこのままだいたい15分ほど一度粗熱を取ります。はい、粗熱が取れました。そしたら最後大葉です。そしてもう一度軽くね混ぜていただいて大葉を浸します。はい、 OK です。そしたらこのまま冷蔵庫に入れれるぐらいまでですね粗熱を取って、そのぐらい冷めたら上にねピタッとラップを貼り付けて、そしてこのまま冷蔵庫で30分漬け込んでください。はい、30分経ちました。ラップを外します。このように美味しそうに使ってます。はい、これで夏野菜漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。そして食べ方としてはこのようにご飯にかけて上に卵黄をのせたり、あとはお豆腐の上にかけたりして召し上がってみてください。納豆と一緒に召し上がっていただくのもおすすめです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではね、まずこの卵かけご飯からいただきたいと思います。美味しそう。ではいただきます。もうね最高に美味しいです。この卵黄とね相性抜群です。それではねこのままちょっとスプーンでお豆腐もいただいちゃいたいと思います。いただきます。お豆腐にも最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の夏野菜漬けのポイントです。まずお野菜なんですが、今回はきゅうり、なす、長芋、みょうが、大葉、あとはオクラを加えてます。こちらはですねお好みの夏野菜に変更したり、あとはねちょっと量が多いなと思った時は半量で作っていただいても OK です。こちらだいたい 2,3 日ぐらいでね召し上がっていただきたいので、ちょっと食べきれないなという時は半量ぐらいでね作っていただくのがいいかなと思います。そして野菜に関しましてはだいたい1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。そうすると食べ応えもあってとても美味しく仕上がります。ナスに関しましては切り終わったらね水にさらしてアク抜きをしておきましょう。そして漬けだれのポイントです。漬けだれは全てね材料を加えて、そしてその後沸騰させて、沸騰したら1分ほど煮詰めてください。そしてお酒とみりんのアルコールをしっかり飛ばすようにしてください。そしてその後ですねオクラを加えて、オクラはだいたい漬けだれで1分ほどね茹でるようにしてください。そして漬けだれが出来上がったら熱々のうちに野菜にかけましょう。そうすることで味が染み込みやすくなります。大葉に関しましては後から加えていただくと香りが引き立って美味しく召し上がっていただけると思います。そして最後大葉を加えて混ぜた後は冷蔵庫で30分ほど漬け込んでから召し上がってみてください。漬け込み時間はねお好みで変えていただいても OK です。あとはね食べ方としては今回みたいに卵かけご飯にしたりお豆腐にかけたり、あとはねそうめん、うどん、おそばなどのね麺類にかけていただいてもいいですし、納豆にかけていただいても美味しく召し上がっていただけます。いろいろ楽しみながら召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は夏野菜漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。